standing in my closet, can't make up my mind. 今日は浴衣の端切れと着物の裏地を使って、そこに刺し子を少し刺してコラボしながらテーブルのセンタークロスを作ってみようと思っています。今日の予定としましては、こちらの方が素敵な柄があるので無地のところに刺し子をしたいと思っていますが、あまりいっぱいするとこちらの柄がいきませんので、すっきりとあっさりと真ん中あたりにこのような図柄で刺してみたいなと思います。色は紺色の生地に合わせてブルー系統の3色か4色でまとめたいと思います。刺繍糸ですけれども4本取りぐらいでちょうどいいかなと思います。布が薄いので4本ぐらいがいいかなと思ってます。それではまずここの幅が端切れですのでこれしかありませんので、ここは前もって手縫いでつなげておきました。これが約30センチありますので、このペンで真ん中にまず柄を入れたいと思いますので、ここを中心に大体のところを測って、まず中心をペンシルでつけておきます。今回はこのように丸い形のものを真ん中に置こうと思っておりますので、ちょっとした厚紙でいいですので、これは自由の大きさでご自分が刺したいぐらいのものをちょっと作っておくといいと思います。ここに真ん中に合わせて丸く円を描いていきます。こうすると刺しやすいですよね。丸いっていうのはなかなか難しいので、ちょっと下書きしておくといいと思います。私のやり方は決まったものではありませんので、とにかく自分がいいなと思ったらそれでよしということにしてはいます。それがまた出来上がりが自分のイメージ通りにいくと、それがまた楽しみになりますので、難しいことは考えず自分流でやってみてください。いいなと思います。どんなものになるかイメージ通りになるといいんですけれど、何とも分かりません。それが楽しみですね。まずこうしてこのような丸い紙を作ったりしておくといいかなと思います。それではまずこの真ん中の丸を刺していってみますね。刺繍糸の4本取りでいってみます。これは後でこのように裏もあると少ししっかりしますので、これを折って後で周りは手縫いで縫い合わせます。それではこの丸のところを刺し子していきます。どんな感じになりますかね。とても布が薄いのであまり引っ張るとずれてしまうので、手加減しながらやるといいですね。厚腕のものよりも刺すことは刺しやすいのですけれど、少し薄いからあまり引っ張ると糸が抜けちゃいそうですね。この縁取った丸よりも 0.5 ミリぐらい中を今回は縫っていきましょう。いつもより少し目を細かくした方が布が薄い分はその方がいいかなと思いますので、こんな感じですかね。刺し子はいろんなものに自由にできるっていうのがすごくいいなと思いますし、それからほんのちょっとした場所で手軽に取り掛かれるのがとてもいいなと思ってます。手作業ですので
認知症予防にもなるかなと思って楽しんでます。テーブルクロスとかこういうものは刺し子では一番向いてると思うんですけども、その他に私はちょっとしたバッグとか、それからちょっと少し変化を持たせようかなと思って古い洋服に刺し子したりします。続けて丸だけ先に作りましょうデザインは考えながらなので、どんなものになるか楽しみでもあり不安でもあります。ここの丸の部分は2色を使ってみようかなと一応思ってますけれど、もうね手縫いだからねこんなしかできない。冬の寒い時とか夏の暑い時に外に出るのがちょっと億劫な時はこういうものをやっているといいんではないかなと思います。これもなかなか色合わせというかそういうものがうまくいったり、それなりのデザインっていうのもあるので、そこら辺をちょっと考えながら作ると楽しいかと思います。手作業ですから時間はかかりますけど、それがなかなかあったかい雰囲気でいいんじゃないでしょうか。糸はあまり長くすると絡まっちゃったりしますので、4、50センチで切ってやるといいかなと思いますね。とにかく根気がいる作業ですので、ゆっくりと別に1日で仕上げなくてもいいですのでやると楽しいですね。ちょっとこんな感じですね今のところ。これを7つ今回はやらないとならないので、これを刺しながら出来上がりをイメージしてどこに置こうかなとか、ちょっとした家のインテリアにもなりますので、それがね出来上がった時の楽しみでやってるんですけどね。今日はちょっとね布が薄いのでやりやすい面とちょっとやりにくい面と両方ありますね。中間ぐらいの布が一番刺しやすいです。あまり厚いとまたねちょっと手が痛くなっちゃったりするので、でもどんなものでもやろうと思ったらできますので、それがいいとこですね。やっぱり絵は不揃いになりますけどね、手作りならではのなんか良さがあると思うんですよ。ミシンでは味わえないものだと思います。私がこういうことを割合好きでしているのは時間もあるというのもあるんですけど、幼少の頃に母親がいつも何か古いもので工夫して刺したり編んだりしていたのをよく見てまして、やっぱり今そういうのを思い出してやっているのかなって最近は思います。これで一旦ちょっと糸がなくなりましたので、ここで止めてみましょう。だから3色ぐらい3、4色使ってやろうかなと思ってるのでね、今回は本当はねここ一つ仕上げると、見た目こういう感じね。この丸のところを同じ色の糸でとりあえず全部作ってから、周りにもう一本薄い糸でやるとちょっとゴージャスになるかなと思ってます。なんとなくちょっとイメージが湧いてきましたかしらね。この薄い布だと刺し子の糸だと少しごつくなっちゃうので、刺繍糸がちょっとやりやすいかなと思います。布が薄いのでね、その辺は糸は加減してやられるといいかなと思いますけどね。あと1個ですね。手作りは何でも時間がかかって大変な部分もあるんですけど、できた時の感激はやっぱりちょっと違いますね。そこら辺がやっぱり味わいたいというのか、
世界でたった自分だけのものですから、それがいいのかな。手作り作品は、自己満足のものかなとも思ってます。自分が良ければいいのかなと。一応一色の円ができました。これを見ながら一重では寂しいので二重にしてみたいと思います。色を変えてやってみますね。どうですか？こんな、とりあえず今こんな感じでいますので、今度ちょっと一つ薄い色で周りを刺してみたいと思います。そうすると少し華やかになりますので、二重ということですね。この周りを一つ薄めのブルーで刺してみます。これはもうやりながらちょっと変更したり考えて、ちょっと入れた方がいいかなと思ったら入れればよろしいですし、いやもうこのぐらいでいいだろうと思ったらそのままでいいので自由ですね。私は器用でも何でもないんですけど、なんとなく手作りのものがなんか好きなだけなんですよね。特に和風のものに惹かれます。年齢的なものでしょうかね。落ち着くんですよね。着物でも昔の着物の柄は本当に素晴らしいなと思いますね。今ではとてもそのような柄は出ないかもしれませんね。そういう古い着物なんかをちょっと工夫しながら何かに使うとちょっと逆におしゃれな感じがしますね。着物のリフォームなんかももう勝手ですけど自己流で少しばかり身内のものが手元に寄ってきましたので、もったいない精神で作ったものもありますので、また機会があったら見ていただきたいなと思います。どうでしょうか。ほら少し華やかになりましたね。やっぱり二重にした方がいいかなと思いますね。色が地味ですから、なんか写りが良くないからちょっと二重にするとちょっとゴージャスになりますかしらね。こうして刺しながらどんどん変わっていくんですよ。もうその時々に考えて、もうちょっと刺した方がいいかな、もうこのぐらいでやめようかな、こんな色にしようかなっていうふうに考えていつもやってます。なんとなくちょっと輪郭が見えてきましたね。二重にすると少しはっきりしてきたと思います。刺し子はやりすぎてもいけないし、やらなさすぎても寂しいし、加減がものによってはあると思うんですよ。今は何でも便利な時代ですけど、こうして昔の方がやってらしたようなことをちょっと振り返ってみると、これがまた新鮮ですよね。はい、ちょっとこんな感じで二重に明るい糸で刺したら少し輪郭が見えて、なんかいい感じになってきたですよね。ここはいいと思うんですけど、この中がちょっと寂しいですので、やっぱりこの白系統を入れてみたいなと思います。